タリアのメディチ家からフランスに嫁いで10年。政略結婚ではありましたが、カトリーヌは男児を授かることができました。結婚までの辛い出来事や、嫁いでからの苦しみが報われるのでしょうか。男児を出産することで、カトリーヌの地位は安泰となります。一度出産を経験したカトリーヌは、次々と懐妊し、10人の子を出産しますが、成人したのは7人でした。多くの子供たちの母親になることはできましたが、生まれた子供たちは、すぐに乳母に引き取られ、その後は、教育係として、ディアーヌ・ド・ポワティエが育てることになり、夫も子供たちも愛人の元に取られていってしまいます。子供たちの様子を知るために何枚も描かせた肖像画と、子供たち付きの女官へ書かれた手紙が、カトリーヌの思いを物語っています。肖像画は、時間のかかる油絵ではなくスケッチ画で、逐次様子がわかるよう、できるだけ頻繁に送るように依頼していたということです。なんだか切ないですね。3人目の子供を懐妊した頃、それまでかばってくれたフランソワ一世が亡くなってしまいます。オルレアン公アンリは、アンリ2世となり、カトリーヌはフランス王妃となりました。王妃にはなりましたが、愛人であるディアーヌの立場も強くなっていきます。フランソワ一世の存命中には控えていたアンリ2世は、公の場でも堂々と、ディアーヌを優遇するようになります。カトリーヌが望んでいたシュノン僧正を与え、公爵夫人の称号も与えます。新しい国王の紋章にまで、ディアーヌの頭文字、D があしらわれているかのようにデザインされました。さらに政治的な助言を求めるなど、カトリーヌの心情は穏やかではなかったことでしょう。しかし、夫との関係性を良好に保つため、ディアーヌの存在を受け入れます。ディアーヌもまた、カトリーヌとの関係を維持することに努めます。彼女はアンリ2世に、カトリーヌと寝室を共にして、もっと子供を作るよう勧めたということです。8回目の出産は双子でした。難産で、カトリーヌは死にかけたと記録されています。医師たちはカトリーヌの命を救うために、双子の一人の足を折り、その子は彼女の体内で死亡します。生き残った子も、7週間後には亡くなってしまいます。9人目と10人目の子を失ったカトリーヌは、それ以後懐妊することはなくなりました。それから3年後、驚くような事件が起こります。13歳になった長女のエリザベートと、スペインのフェリペ2世の結婚式で催された馬上槍試合で、相手の槍がアンリ2世の顔面を突き刺したのです。槍は眼球を貫通し、脳に達していました。アンリ2世は、10日間の苦しみの末崩御します。このことは、当時カトリーヌのお抱え占い師だったノストラダムスが予言していました。ノストラダムスの4行詞の予言は曖昧で、その解釈から真偽が議論されていましたが、アンリ2世については的中していると言われています。深い悲しみに包まれたカトリーヌは、それ以後、生涯、喪服で過ごします。これが、黒い王妃と呼ばれるゆえんです。アンリ2世が最後の病床にある時、ディアーヌは自ら近寄ることをしなかったと言われています。習慣に従って、葬儀に招かれず、アンリ2世から受け取った財宝をすべて返還します。カトリーヌはすでに60歳になっていたディアーヌが、静かな余生を送れるよう、シュノン僧正と、領地からの収入がより多い正門嬢とを交換し、王室の行為を示します。ディアーヌは、正門嬢には短期間滞在しただけで、残りの人生を、ドルー近郊の姉城で平穏に過ごしました。姉城には、ディアーヌの絵画や彫刻が多く残っています。カトリーヌは、城内のディアーヌによる装飾をできうる限り取り除かせ、紋章も地位を際立たせるものに変えていきます。1559年、長男のフランソワ2世は15歳で即位します。その前年には、スコットランドの女王、メアリー・スチュアートと結婚し、スコットランド王となっていました。カトリーヌは、まだ若い国王のため、長年国王の右腕だったギーズ家を頼り、その地位を盤石にさせようとします。しかし、フランソワ2世は、即位してわずか1年半で病死してしまいます。後を継いだ、シャルル9世はまだ10歳でした。未成年の国王を支えるため、カトリーヌは摂政として表舞台に立つことになります。ヨーロッパは全土にわたり、宗教上の争いが絶えませんでした。カトリーヌは、できるだけ穏便に、カトリック教徒とプロテスタントが融合できることを画策していきます。
3年後、シャルル9世は成人し、摂政としての役割を終えることになりますが、内戦が深刻な状態だったこともあり、その権限を維持することになります。カトリーヌは、宮廷の女官を増やして舞踏会を開き、情報を集めました。そして、国王の意向を知らしめるため、28ヶ月の国内巡行を行います。巡行は総勢1000名にも上る大所帯で、様々な役割の人たちを同行させました。女官はもちろんのこと、護衛兵、料理人、子供たちの家庭教師、医者などなど、民衆を楽しませるための音楽隊、道化師、サーカス団のような動物までも引き連れました。この巡行に国民は沸き立ち、間近に見る王族たちを神々しく迎え入れました。しばらく平穏が続きますが、カトリック教徒は、プロテスタントに自由を与えすぎたとして、国王を非難し、プロテスタントは十分ではなかったと不満を訴えます。カトリーヌは、これら2つの対立する勢力に挟まれて、王権の崩壊を避けるために、断固とした態度を保とうとします。母として、子供たちの王室を守りたいと考えていました。なんとか融和策を考え、ユグノー派の指導者、コリニー提督と友好的な関係を築こうとしました。その結果、シャルル9世はコリニー提督に強く傾倒するようになります。これではカトリック派は面白くありません。しばらく平穏だった宗教争いが再発していきます。そこで今度は次女である王女マルグリットとユグノー派の中心ナバラ王アンリ3世との結婚が提案されました。この結婚式に参列するため多くのユグノー貴族が地方からパリに集まってきます。そのような状況下で事件が起きます。コリニー提督暗殺未遂です。この時、シャルル9世は涙を流して犯人を罰すると誓い、そうだ、皆殺しだ、皆殺しにしろと命じたと言われています。これがサンバルテルミーの虐殺へと至る危機の引き金になりました。シャルル9世の言葉に逆上したカトリック教徒がユグノー派を一掃しようとボートに走ったのです。この事件は歴史の教科書に載るほど悲惨なものでした。現在でもルーブル宮殿の向かいにあるプロテスタント教会では毎年虐殺の日に追悼式が行われています。これらの一連の事実に対し一般的にはカトリーヌが旧教徒派のギーズ公と図って結婚式の段取り、コリニー提督暗殺、その後の動乱を企てたのではないかと言われています。ギーズ公率いる兵士の一団が暗殺未遂で負傷したコリニー提督を襲撃し殺害したことは記録にありますが、その首謀者が誰だったのか真実はわかりません。少なくとも文献からはカトリーヌが何とか融合を図ろうと努力をしてきたことは明白です。しかしカトリック教徒もユグノー派も彼女の寛容政策を嘲笑していたようです。サンバルテルミーの虐殺の2年後、1574年にプロテスタント信者によって書かれたカトリーヌ・ド・メディシスの人生と悪行の驚嘆すべき論証という本がカトリーヌの死後、あたかも歴史書のごとく出回り、真実として扱われます。多くの人々の思惑が入り混じり、裏目に出たり、うまくいかなかったりした結果だけが史実として残っているように思います。この悲劇の2年後、シャルル9世は胸膜炎で亡くなりました。当時、弟のアンリ3世は、ポーランド王に選出されたばかりでしたが、帰国し、シャルル9世の後を継ぎます。カトリーヌは、引き続き国王を補佐し、外交手腕を発揮して、ユグノーの指導者たちと会談し、和解を求めていきます。自ら馬に揺られ、フランス国内を回り、何度目かの長旅で、ついに体調を崩してしまいます。そんな中、カトリーヌの努力も虚しく、アンリ3世は、ブロアで開催された三部会で、何の警告もなしに大臣全員を解任してしまい、ずっと王室を支えてきたギーズ公をも殺害してしまいます。それを知ったカトリーヌは、絶望し、嘆き、それから半月も経たない1589年1月5日にブロワ城で息を引き取りました。彼女に近しい者たちは、彼女の命は息子の行為による苛立ちによって縮められたと言いました。パリが占領されていたため、カトリーヌはブロワに埋葬されます。それから8ヶ月後、あまりの過激な行動に、カトリック派の激高を買い、アンリ3世は修道士によって暗殺されてしまいました。
カトリーヌが守ろうとしたバロア朝は断絶し、絶対王政を築き上げたブルボン朝が成立します。ブルボン朝の初代国王、ナバラ国のアンリ4世は、カトリーヌの次女、マルグリットの夫です。サンバルテルミーの虐殺のため、不幸な結婚となったアンリ4世と妻マルグリットとの関係は冷え切ったものであり、子供もありませんでした。アンリ4世がフランス王位に就くと、後継者問題を掲げ、マルグリットとの結婚を無効とし、新たにメディチ家のマリー・ド・メディシスを迎えることになります。これが政略結婚だったことはメディチ家の動画で触れています。パリの少し北、現在は国立博物館となっているエクアン城には、カトリーヌがフランスに嫁ぐとき、イタリアから持ってきて、大切にしていたとされるステンドグラスがあります。このステンドグラスの虹の紋章の周りには、ギリシャ語で、秩序、平和、希望、と刻まれています。この国がいつの日か、宗教の問題を乗り越え、平和に向かって平穏無事でありますように。と娘エリザベートに書き送ったように、カトリーヌはひたすらバロア朝の未来と平和を心から望んでいたのではないでしょうか。カトリーヌは69歳でこの世を去ります。ブロア城に埋葬されたカトリーヌを王家の霊廟サンドニ聖堂へ移したのはアングレーム公爵夫人ディアーヌ・ド・フランスでした。せめて死んだら最愛の夫アンリ2世の隣に眠りたいとカトリーヌは望んでいました。カトリーヌの願いは届きました。いかがでしたか？自分の意思とは無関係に与えられた環境に適応し、状況を咀嚼して何かしなければと考えた女性が、母として、国母として、懸命に生き抜いてきたことを感じていただけたら嬉しいです。カトリーヌが守ろうとしてきたもの、育ててきたものが、その時代に適応して、形を変えて残っているように思います。どんな存在であっても、その時代を支えてきた人々がいたから、今の世界があると思っています。これからも、そんな時代背景や人々を紹介していきたいと思います。あなたの気になる時代や人や事柄はありますか？コメントにリクエストをいただけたら、積極的に取り上げていきたいと思います。チャンネル登録とコメントをお願いします。ご視聴ありがとうございました。